皆さんこんにちは。小垣子です。今日はこちらのちょっと画面に入りきれてないですけれども、コロンとした可愛らしいバッグを作っていこうと思います。こちらのバッグは底から編んでいくパターンで、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、底の部分は楕円形になっています。でそこからぐる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 っと編んでいって、そしたら持ち手のところを編んでいって、反対側に到着したら縫い付けるという一筆編みのパターンになっています。で、材料はこちらになります。今回使っていく毛糸はループス&スレッドのブラッシュドカラーズ。こちらは以前私がアップしているオーバーサイズカーディガンの作り方という動画があるんですけれども、その時使った毛糸と全く同じになっています。こちらは1玉が424メートルで200グラム。かぎ針のサイズは 5.5 ミリなので日本でいう9号ですね。とあるんですけれども、今回私はこのバッグ、こだわったのはこのコロンとした形なんですけれども、これを保つためにしっかりしてほしいなということで、私は今回3本取りで編んでいきたいと思います。で、かぎ針の方が3本取りで、私は10ミリのかぎ針を使っていきたいと思います。もう皆さんはお好きな毛糸をご利用ください。で、毛糸を太くした方が作品がしっかりかっちりするので、その太くして2本取り、3本取り、4本取りにして、それに合わせてちょっと細め、合わせたちょっと説明が下手っぴでごめんなさい。太めの毛糸にしてなんですけれども、針はもう例えばこれだったら 5.5 ミリをシンプルに 5.5×3 は 16.5。16.5 ミリのかぎ針を使うんではなくって、それよりは細めの毛糸でこうキュッと締まるきつめの編み目になるようにして編んでいってください。で、まだ編み始めてないのでどれぐらい使うかちょっとわからないんですけど、こちらの方の試作品は 160g ぐらい使ったので、今回目の数は同じにするんですけど、こちらの方が毛糸が太いので 200g で足りるんじゃないかなと思っています。あと必要なものはハサミ、とじ針、ステッチマーカーになります。動画では6段目まで 10mm のかぎ針を使って編み方の説明をしていたんですけれども、その後ちょっと編み地が私の欲しい硬さになっていないなということで、かぎ針を 7mm に変えてもう一回最初から編み直すことにしました。では編んでいきましょう。まず糸を1本から3本取りに変えたいと思います。で、この3本取りにするアイデアはおこに5さんって読むのかな、おこに5さんって読むのかなの動画を参考にさせてもらっています。3本取りにするのはすごいシンプルで、まずゆるい鎖編みを編みます。なので最初作り目をする時からもう緩くしちゃっていいと思うんですけれども、普通だったらこう針が入りそうなぐらいな輪っかを作ると思うんですけど、ここからもう大きくしたいと思います。ビーッと引っ張って、そしたらこの次、この輪っかの中に手か指を入れて糸を持ってきてビーッと引っ張って、すごくちょっと画面に入りきれてないですけど、すごく大きな鎖編みを編んでいくような感じです。そうすると糸が3本ずつになっているはずです。そしたらここから編んでいきたいと思います。まず最初作り目をします。そしたらここから若干緩めな鎖編みを12目編んでいきたいと思います。針に糸をかけて引っ張る、針に糸をかけて引っ張ると編んでいくんですけれども、もし途中でこの鎖編みがなくなってしまったら、ここが終わりですね、この輪っかの端っこ。そしたらまたシンプルにその輪っかに指を入れて糸を持ってきて、鎖編みをどんどん編み出すような感じにしていきたいと思います。
ではまず鎖編みですね、編んでいきます。鎖編み12目編み終わりました。ご参考までに、私の場合はこの鎖編みがだいたい17センチになっています。では1段目編んでいきたいと思います。そしたらまず今最後に編んだ鎖編み17番目じゃないですね、12番目の鎖編みのこの V の付け根あたりを左手で押さえておきます。そして立ち上がりの鎖を1します。そしたらこの押さえていた鎖に細編みを編みます。今回は鎖編み表から見た状態で、上の片山と真ん中の裏山2本取るような感じで編んでいきたいと思います。なので V の字の真ん中よりちょっと下らへんですねに針を入れて2本取って糸をかけて持ってきます。そして糸をかけて2本引き抜く。よいしょ。そしたら1番目の細編みができたので、この細編みの上の部分ですねにステッチマーカーを入れておきます。そしたら続いて、1目ずつの細編みをずっと編んでいきます。同じく上と、裏山を取る感じで2本取ってちょっと分かりにくいですね。2本取って糸をかけて持ってきたら、よいしょ、また糸をかけて引き抜く。こんな感じで合計、12目になるまで細編みをまずは編んでいってください。細編み12目編み終わりました。そしたら12番目の細編みの上にもステッチマーカーを入れておきたいと思います。そしたら続いてこちらを楕円形にしていきたいと思います。今編んだところですね、今針を入れたところと同じ目にもう2目細編みを編み入れて、作品をひっくり返すような形にしていきたいと思います。なので今針を入れたのはこの目なので、全く同じ目にもう一回針を入れて、で糸端を編み込むようにして編んでいきましょうか。糸を持ってきて引き抜く。よいしょ。そしたら同じ目ですね、また同じ目に入れて細編みと、12番目の目には3目細編みを入れました。そしたら作品もちょうどひっくり返ったような感じになるので、今度は先ほど鎖編みで使わなかったこの余ってる1本の方ですね、こちらの目を使って細編みをまた1目ずつ編んでいきたいと思います。今回は細編みをそうですね、そしたら10目編んでいきたいと思います。この1本だけを拾うようにしてってちょっと見にくいですね。1本を拾って糸端を編みくるむようにして細編みと編んでいきたいと思います。あ、そうだ、すいません。そうしたらこの3目入れた後の次の目ですね、この目にステッチマーカーを入れておきたいと思います。よいしょ。そしたら今の目を合わせて合計10目になるように細編みを編んでいきます。細編みを、ステッチマーカーのとこから10目編みました。そうしたら、最後もう1目だけ余っていると思います。そしたらこちらの最後の目に細編みを2目入れます。この目が一番初めの目を編んだところになります。なので両端にそれぞれに細編みが3目ずつ入るような状態です。1、1目編んだらステッチマーカー入れておきましょうかね。よいしょ。でもう1目同じ目に入れたら、ここで引き抜き編みをしてもいいんですけれども、今回私はソフトクリーム状に引き抜き編み立ち上がりの鎖なしバージョンの方で編んでいきたいと思います。なのでこれで
1段目が完成ということになります。では続いて2段目編んでいきたいと思います。2段目はまず最初、このステッチマーカーが入っているところですね、前の段の一番初めの細編みの上、こちらに、細編みを2目編み入れます。増やし目ですね。なのですいません、ほわほわでどこに入れてるのかよくわからないかもしれないんですけど、一番初めの目です。ここに細編みを2回編み入れます。で1回編んだら、これが段の始めだよということでステッチマーカーを入れておきます。1、同じ目にもう1回細編みを編んだら、次、ここからステッチマーカーの手前までですね、1目ずつの細編みを10目編んでいきます。10目編めたらステッチマーカーに到着すると思います。そしたらこのステッチマーカー、この楕円の半円のところですね、こちらは、増やし目です。1つの目に2回ずつ細編みを入れていきます。最初の目に針を入れて細編みを1回編んだらステッチマーカーを入れておきます。そして同じ目、ここですねにもう1回細編みを入れて、で隣の目も同じく細編みを2回編み入れます。1、同じ目にもう1回、そしたら3番目、この目ですね、こちらの目にも同じくよいしょ、細編みを2回編み入れます。1、2、なので先ほどこちらのカーブのところ3目あったところが増やし目で今は6目になったような状態です。そしたら次またステッチマーカーに到着すると思います。ちょっとすいません、よいしょ、はい。そしたら、ステッチマーカーから次のステッチマーカーの手前までですね、また1目ずつの細編みを10目編んでいきたいと思います。10目編み終わったら、残り2目、この段は残っていると思います。そしたらその2目にどちらも増やし目していきます。まずはステッチマーカーが入っていた目に針を入れて細編みを2回なんですけれども、1回編んだらステッチマーカーを入れて、もう1回同じ目に編んで、隣の目にも針を入れて、よいしょ、1、2と同じ目に細編みを2回編み入れました。これで2段目が完成です。で、もう楕円を編んだことがある方は楕円の法則をお分かりいただけるかなと思うんですけれども、最初に編んだ、編み方なので、この段でいうところの増し目ですねを編んだら、私の場合は細編みを10編んで、同じことをこちらで3回繰り返します。3回増し目をして、でまた増減なしの細編みは最初に編んだこちらと同じなので10回細編みをして、で残りの2目はまたこの最初のところと同じように増し目増し目となりました。なので続いて3段目なんですけれども、3段目は最初の2目で増し目細編み1なので、細編みの数でいうところの3目ですね、1、2、3と編んでから、10目増減なしの細編みをして、で、3回繰り返しなので、増し目細編み増し目細編み増し目細編みとして10目で、増し目細編み増し目細編みと編んでいってください。
3段目編み終わりました。これで底の部分は終了にしたいと思います。ご参考までに今私の楕円形のサイズはこの今編み終わった細編みから数えて一番長いところで22センチぐらいで縦が7センチになっています。では続いて、4、5、6段目はカバンのこのぷくっとした形を作っていきたいと思います。そうしたらまずステッチマーカーを外したら、ここから、いらない毛糸の切れ端で段の始めのマークをしていきたいと思います。これを挟んでから一番初めの目、ここですね。ここから細編みを3目編んでいきます。よいしょ。3と編んだら4番目で増やし目をします。1つの目に細編みを2回編み入れます。1、もう1回同じ目に2と編んだら、今回はこの2回目に編んだ方の細編みにステッチマーカーを入れておきます。そして、続いて増減なしの細編みを10目編んでいきます。1目ずつの細編みですね。10番目の細編みはステッチマーカーが入っていた目の上に入ることになったと思います。そしたら続いて、次の目で増し目をまたしたいと思います。ステッチマーカーがあった次の目に増し目です。なので1目に2回細編みを編んで、先ほどと同じように2回目の細編みの上にステッチマーカーを入れます。そうしたら次、1目ずつの細編みを7目編みます。7目編めたら次ステッチマーカーの目になっていると思います。そしたら今度はこちらのステッチマーカーの目の上に増やし目をします。なので同じ目に細編みを2回です。そしたら先ほどと同じく増し目をした時の2番目の方ですね。今編んだばかりの細編みの方の上にまたステッチマーカーをして、でまた1目ずつの細編みを10目編んでいきます。細編み10番目の目はステッチマーカーが入っていた目の上になっているはずです。そしたらその次の目に増し目をします。よいしょ。1つの目に細編みを2回です。そうしたら2番目の細編みの上にステッチマーカーを入れて、で残りが何目だ4目あるはずです。こっちからですね。1,2,3,4と編んだら4番目の目が4番目じゃなかった4段目が完成です。そしたら、5段目6段目はこのステッチマーカーがある目でのみ増やし目をします。ステッチマーカーの目のところで、1つの目に細編みを2回入れてください。そして、4段目と同じように増し目をしたらその2番目の細編みのところにステッチマーカーを足すようにしてください。なので、編む目の数といいますか編み方を文字で表すとこのようになります。6段目まで編み終わりました。増やし目の数をちょっと減らしたのでだんだんお椀のようにこうカーブができてきてるかなと思います。続いて7段目から16段目までの10段は増減なし
それぞれの目に1目ずつ細編みを編んでいってください。で、先ほど申し上げるのちょっと忘れてしまったんですけれども、段の始め、私のようにこういう切れ端でステッチマーカーをしている人は、それぞれ毎段ですね、その目を編むときに前から後ろに挟む、そしたら次の段は後ろから前に挟むというふうに波縫いのように糸が出るように挟んでいってください。で、私の場合は、次から、増減なしの段が始まるので、そのように今までと違う次から新しいことをする段だぞという時は、わざとこの挟む糸を緩くしておきます。そうすると後から見た時、ここから増減なしを始めたなというのがすごい分かりやすいんじゃないかなと思います。増減なしの段を10段編み終わりました。この緩んでるところから増減なしを始めたので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10と編み終わったところです。本体部分はあともう2段編んでいくんですけれども、その2段は減らし目をしながら編んでいきたいと思います。で、どこで減らし目をするかなんですけれども、ご覧の通り段の一番初めの目ですね、これがどんどん右に傾いているかと思います。これは私の編み癖もありますし、細編みを一定方向ずっとぐるぐる編んでいったらだんだん曲がっていくのは普通なんじゃないかなと思います。ただどのぐらい曲がるかっていうのは皆さんの編み癖なんかによって、私よりもっと曲がっている方もいるかと思いますし、そうじゃない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なので次の段からの減らし目をする場所は何目目にするではなくって、その場所をこの編み始めの鎖編みを基準としてそこから取りたいと思います。なのでここの鎖編みのところをパタンと基準にして折って作品を半分にします。そしたら今この端っこになっているところですね、ここのところ折った時のこの端っこですね、ここが一番端っこになってるかなという目にステッチマーカーを入れます。そうしたらこのステッチマーカーから4目数えます。ステッチマーカーは入れずに1,2,3,4と数えます。4じゃなくてごめんなさい、5です。5と数えます。そしたらこの5番目の目が増し目をする目になります。なので私の場合は編み始め、段の一番初めからは1,2,3,4,5,6,7 7目編んで8番目で増やし目をする感じになります。なので編んでいきましょうか。この7目まず増減なしで編むというのは、それが6目だったり8目だったり皆さんのこの曲がり具合で変わってくると思うので調節してください。ではまずステッチマーカー、こちらの真ん中を測った方のステッチマーカーも取ってしまって大丈夫です。そうしたらまずステッチマーカー手前のところまで細編みを編んでいきます。またちょっとプニュッとしときましょうか。細編みを7目編んだので、次はステッチマーカーの目になります。そしたらここで減らし目をしたいと思います。細編みの2目1度です。ステッチマーカーを一旦外して、そのステッチマーカーが入っていた目に針を入れて糸を持ってくる。隣の目に針を入れて糸を持ってくる。そしたらこの針にかかっている3本すべてを引き抜きます。これで減らし目は完成です。ここにステッチマーカーもう一回入れときましょうかね。そうしたらここから先は細編みを12目編んで、その次の目と次の目2目を使って減らし目をします。で9目編んで減らし目で、12目編んで減らし目で、最後なんですけれども、私の場合2目編んだら段が終わるはずです。最後の細編みと最初の細編み足して9になるはずです。
なので私の場合は7目と2目で9目になります。そしたら、次の目18段目も同じような感じになります。最初、7目編んで、その後減らし目をします。なので、最初細編みをした後ステッチマーカーの目から減らし目をして、続いて、12目ではなくて10目編みます。そしたら、次のところも減らし目ステッチマーカーを入れている場合は、減らし目の2番目の目がステッチマーカーになるはずです。例えば、適当なんですけど、ここにステッチマーカーが入っていて、前の段ここで減らし目をしたとしたら、一番初めの方は減らし目と次の目で減らし目をするんですけれども、次のところは減らし目じゃないです。ステッチマーカーの1個手前から減らし、この目とステッチマーカーすいません、ボロボロですね。ステッチマーカーのこの2目を使って減らし目をしてください。そしたら9目編んで、次ここにもステッチマーカーが入っているか減らし目をした目があるとします。そしたらそこから1、2と減らし目をしてください。そして10目編んで、減らし目なんですけど、これは2番目のここの減らし目と同じようにステッチマーカーの1個手前から1、2と2目使って減らし目をしてください。そして最後の細編みは前の段17段目と同じように、私の場合は2目編んだらこの段が終わるはずです。17段目18段目と減らし目の段終了しました。これで本体部分は終了ということになります。続いて持ち手部分を編んでいきたいと思います。持ち手部分は、17、18段目でまず最初細編みを編んだ数、私は7目細編みを編んで減らし目をしたんですけれども、その7目、私だったら7引く1の数をまず細編みで編んでいってください。なので私はまず6目細編みを編んでいきたいと思います。細編み6目編んだら、あとステッチマーカーまで2目ということになると思います。そしたらこの2目を使って減らし目をします。細編みの2目1度です。よいしょ。そしたら持ち手1段目が完成です。鎖編み1をして作品をひっくり返します。そうしたら続いて、細編みを8目編みます。なのでここからですね、細編みを8目編んでいきます。8目編んだら残り2目でステッチマーカー、減らし目をしたところになるはずです。そしたらこの2目を使って減らし目をします。細編み2目1度です。これで2段目が完成です。あとはこのように、鎖1で立ち上がってひっくり返して、細編みを編んでいって最後の2目で減らし目をするというのを、6段目まで繰り返していきたいと思います。これはもう皆さんのお好きな幅になるまで繰り返していっていただいたらいいんじゃないかなと思います。私は6段目まで繰り返していくと、1段の目の数が5目になるので、まあそのぐらいでいいかなと考えています。そしたら今度は増減なしでちょっと画面に入りきらないんですけど、増減なしでずっと編んでいって好きな長さを編んでいって、でまた動画に戻っていきたいと思います。1段について5目ずつの増減なしの段を18段編みました。なので最初減らし目をしたとこと合わせて 6+18 なので24段編み終わりました。そしたら続いて今度は増やし目をして、これの逆バージョンですね。増やして広げて最後の部分を作っていきたいと思います。そしたらまず最初、ちょっとこれが邪魔ですね。まず最初立ち上がりの鎖1をします。
そして細編みを、4目編みます。4目編めたら最後の1目で増やし目増し目、1つの目に細編みを2回入れたいと思います。よいしょ。1、2と入れたら鎖1をして作品をひっくり返します。そしたら今度は細編み5目をして最後の1目で増やす。で、6目で増やして7目で増やして、で最後の段は9目編んで増やすという段で終わりにしたいと思います。なので、この増やし目の段は12345段ですね、編んでいこうと思います。増やし目の段を6段編み終わりました。今目の数は11目になっています。そしたらこれで、持ち手部分も終了ということになります。あとここを縫い付けるだけなので、糸端をそうですね50センチ、安心が欲しいので1メートルぐらい残しておいて糸を切ります。そして最後は針に糸をかけてビーッと引っ張って目を閉じておきます。そうしたらば針に糸を通してこちらをつないでいきたいと思います。もう、縫いつなげ方はお好きなつなげ方がある方はそのお好きなつなげ方でつなげていってくださいってすいません、ヨレヨレになってますね。はい、そうしたら私はまず一番そうですね、でつけるところですけれども11目あるんですけれども、本体部分最後の段減らし目をしたところから減らし目をしたところまでが11目になってると思うので、これをはめるとピタッとはまるはずです。なので最後の目、最後の目に針を入れて本体部分のステッチマーカーが入っているところに入れて、よいしょ。で端っこは2回ぐらい通しておきましょうか。もう一回同じ目に通して、で1番目の目に入れて、次出すところは2番目で本体部分の2番目の目に入れて、表側に出るステッチがなるべくまっすぐになるように、今本体部分は2から出たら持ち手部分も2番目の目に針を入れて、で次本体の3に入れてと閉じていきたいと思います。そして最後最後ですね、ステッチマーカーの目に入れる時にもう一回二重になるように縫っていきたいと思います。コロンとしたバッグ完成しました。サイズの方はどうやって測りましょうか。ぺちゃんこにしましょうか。まずぺちゃんこにした状態で横幅一番広いところが25センチ、そしてカバンの入り口から底までがだいたい17センチぐらいになっています。今回私は途中まで編んでちょっと編み地が柔らかすぎるなということで、かぎ針のサイズをもっと細くして編み直したところ、私が欲しい硬さっていうんですかね、しっかりした感じが出るようになったと思います。今回のカバン、この形をキープするためには細めの針で編む、もしくは硬めに編むというのが大事なんじゃないかなと思います。そして今回私はつけなかったんですけれども、これをもうちょっと上のところを開いた状態じゃなくって閉じた状態にしたいなという方は、ここにボタンをつけても可愛いんじゃないかなと思っています。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。